慶長5年、西暦1600年9月15日、美濃国、関ヶ原、徳川家康率いる東軍と石田三成が実質的に指揮する西軍、合わせて十数万の大軍が激突した史上最大の野戦。しかし、この歴史的な一日、遠く離れた東北で倭国、現在の山形県で、もう一つの天下分け目の戦いが繰り広げられていたことをご存知でしょうか。兵力差、実に8倍。四方を敵に囲まれた絶体絶命の状況。これは関ヶ原の陰に隠された知られざる激闘の物語です。北の関ヶ原こと慶長、出羽合戦。そして絶望的な戦いに身を投じた一人の男、出羽の行商、最上義光の物語です。話は関ヶ原の戦いが始まる数ヶ月前に遡ります。豊臣秀吉の死後、天下の実権を握ろうと画策する徳川家康。その存在を快く思わない者たちがいました。その筆頭が会津120万石の大大名、上杉景勝です。秀吉亡き後の豊臣政権では、五大老の一人として重きを成した上杉景勝。しかし、家康は上杉家の力を削ぐため、難癖をつけ始めます。会津で新たな城を築き、武器を集めているのは謀反の兆しではないか。家康は上杉景勝に弁明のため上洛を命じます。これに対し、継承の懐刀である執政、直江兼続が送った返書が歴史を大きく動かすことになります。世に言う、直江状です。直江状は家康の詰問に対し、一つ一つ、理路整然と、しかし痛烈な皮肉を込めて反論した手紙です。田舎者だから詳しいことはわかりませんがと前置きしつつ、会津の武士が京都に大勢行けば、それこそ都の迷惑になる。武器を集めているというが、田舎武士はこういうものを集めるのが好きなだけだ。と、家康の疑いを真っ向から否定。最後には、いつでもお相手つかまつると、事実上の宣戦布告とも取れる言葉で締めくくられています。この挑発的な手紙が家康に会津征伐を決意させたのです。慶長5年6月、家康は全国の諸大名を率いて会津討伐へ出発します。この時、家康の東軍に組みしたのが上杉家の西隣、出羽山形を治める最上義光でした。最上義光。彼は、羽州の狐とも呼ばれるほどの謀略家として知られますが、同時に領民を深く愛し、家臣から慕われる名君でもありました。最上義光が東軍に組みした理由は、ただ一つ。西軍、つまり、豊臣家への恨みでした。遡ること5年前、豊臣秀次が謀反の罪で切腹させられる事件が起こりました。豊臣秀次は実子のなかった秀吉の養子となり、豊臣家を支えており、秀吉自身も秀次に跡目を譲るつもりでした。秀吉はかねてから養子短麗で有名だった最上義光の娘、駒姫を秀次の側室として腰入れするよう義明に迫りました。義明は秀吉の圧力に屈服し、駒姫を嫁がせることにしました。しかし、秀吉は実子の秀頼が生まれると態度を変え、秀次に難癖をつけ始めます。最終的に秀吉は秀次に切腹を命じ、秀次の親族もすべて処刑しました。この時駒姫はまだ腰入れ前で実際に秀次と面会もしていない状態で親族とは言い難い状態でしたが、容赦なく処刑されました。まだ15歳だったと言います。義明は大いに悲しみ、怒り、豊臣家への恨みを溜め込んでいました。このような背景が最上義光を東軍へ組みさせる大きな原因となりました。しかし、彼の領国は北に小野寺、西に庄内上杉、そして南には直江兼続率いる上杉本隊というまさに四面楚歌の状態にありました。家康の狙いは最上義光やその北にいる伊達政宗を盾とし、上杉の力を封じ込めること。しかし、歴史の歯車は家康の思惑通りには進みません。家康が会津へ向けて進軍している、その隙をついて、石田三成が挙兵。家康こそが豊臣家に弓引く逆賊である。この知らせを受けた家康は会津攻めを中止。軍を西へ反転させ、関ヶ原へと向かいます。後に残されたのは巨大な敵国、上杉と、その正面に位置する最上でした。家康という巨大な後ろ盾を失った瞬間、最上義光の絶望的な戦いが幕を開けたのです。
家康の軍が去った今、上杉景勝と直江兼続にとって背後の憂いであった最上家を叩き潰す絶好の機会が訪れました。慶長5年9月8日、上杉軍は2方面から最上領への侵攻を開始します。当時の上杉家の石高は120万石とされています。この石高は徳川家康、毛利輝元に次ぐ規模であり、全国でも3番目の石高を誇りました。上杉軍は総勢2万5000の大軍勢で米沢と庄内の2方面から出羽国へ侵攻したのです。一方迎え撃つ最上義光は24万石の大名で、居城山形城には4000人ほどの兵力しかありませんでした。徳川軍が西へ引き返してしまった以上、頼みの綱は縁戚関係にある伊達政宗の援軍でした。伊達政宗の生母義姫は最上義光の妹にあたります。しかし伊達と最上は領地をめぐりたびたび争っており、あまり仲が良くなかったことが知られています。上杉軍の布陣、米沢口主力軍総勢約2万。総大将は知勇兼備の名将直江兼続。彼が率いる本隊は最上領の南米沢街道から一気に山形城を目指します。先方には上杉25将にも数えられる猛将酒延秀綱、前田利益、すなわち前田慶次の名で知られる天下の歌舞伎者や水原親則らが布陣。さらに春日元忠、上泉宮綱といった歴戦の勇士たちが脇を固め、その兵力は2万とも2万4000とも言われる大軍でした。庄内口別動隊約3000から4000。西の庄内地方からは下秀久、志田義秀らが率いる部隊が最上川沿いに山形城を西から脅かす手はずです。これに対する最上軍の布陣を見てみましょう。山形城本隊総兵力約3500。当主最上義光がこもる本拠地山形城。しかしその兵力はわずか3500。各地の市場に兵を割いているため、動かせる兵力はあまりにも少なかったのです。義光は嫡男最上義康と共に本陣で指揮を取り、城下の防衛ラインに部隊を配置します。そして山形城の南わずか7キロに位置する最重要防衛拠点長谷堂城。ここに最上家随一の豪将志村明康がわずか1000の兵と共に布陣します。彼らが直江兼続率いる2万の大軍を正面から受け止めることになります。長谷堂城より西へ約7キロ、上杉軍が最初に牙を向く最前線の城幡屋城、城主江口昭清以下わずか300の兵が守ります。地図を見ていただければ一目瞭然ですが、最上軍の兵力は上杉軍に対して圧倒的に劣勢でした。総兵力で比較すると一説には8倍以上の差があったと言われます。義明は援軍を期待していた伊達政宗にも裏切られ、完全に孤立無援の状態でした。政宗め、やはり信用できぬやつじゃ。こうなったら我らの手勢のみで耐え忍ぶしかあるまい。政宗は家康から上杉を抑えれば恩賞を与えるという約束を取り付け、戦況を静観していました。義明の戦略は各地の城で徹底的に時間を稼ぎ、その間に冬が来るのを待つという、まさに籠城持久戦しか残されていなかったのです。9月12日、直江兼続の主力軍は最前線の幡屋城に殺到しました。城主江口昭清と300の城兵は玉砕を覚悟で抵抗。上杉軍に多大な損害を与えますが、圧倒的な兵力差の前にわずか1日で城は陥落。城兵は全員討ち死にを遂げました。勢いに乗る上杉軍は9月15日、ついに山形城の最終防衛ライン長谷堂城を完全に包囲します。1000の最上兵に対して包囲する上杉軍は1万8000。くしくもこの日、遠く西の関ヶ原で東西両軍が激突していました。直江兼続は数に任せて総攻撃を仕掛けます。しかし常将志村明康と城兵たちは鬼神のごとき働きを見せます。9月16日深夜、志村明康はわずか200の決死隊を率いて城から打って出て、上杉軍の本陣近くにいた春日元忠の陣に夜襲を敢行。油断していた上杉軍は大混乱に陥り、同士討ちを始めるありさまでした。この奇襲で最上勢は数百の首級を挙げるという大戦果を挙げます。最上義光も山形城から出陣。
長谷道場の後方、稲荷塚に陣を構え、自ら援護射撃を行い、兵たちの士気を鼓舞します。長谷堂が落ちれば、山形は終わりだ。何としても持ちこたえよ。攻める直江兼次、守る志村明康。鉄砲の轟音が昼夜を問わず鳴り響き、両軍ともに多くの死傷者を出しました。上杉軍は、城の周りに土山を築いて、城内を狙い撃ちにしようとしますが、最上軍も、城内から坑道を掘り、土山を崩壊させるなど、まさに死力を尽くした攻防が続きます。上杉軍の猛将、上泉安綱が、自ら、兵を率いて、城の大手門に迫りますが、最上軍の伏兵に討ち取られるという一幕もありました。東海城にも及ぶ、地で血を洗う攻防。長谷道場は、幾度となく、落城の危機に瀕しながらも、志村明康と城兵たちの驚異的な粘りの前に、決して落ちることはありませんでした。9月29日、膠着した戦況に、ついに運命の知らせが届きます。死者がもたらしたのは、関ヶ原、東軍、圧勝の知らせでした。石田三成率いる西軍は、わずか半日で壊滅。この知らせは、長谷道場を攻めあぐねていた、直江兼次の心を打ち砕きます。もはや、最上を攻め続けている意味はありません。それどころか、西へ転進した家康の軍が、再び会津へ牙を向くのは時間の問題でした。兼次は、苦渋の決断を下します。全軍、米沢へ撤退する。しかし、本当の地獄はここからでした。関ヶ原の勝利を知った最上軍の士気は、天をつくほどに高まります。10月1日、上杉軍が撤退を開始するや否や、最上義光は自ら陣頭に立ち、全軍に追撃を命じました。攻守は一瞬にして逆転したのです。戦において最も難しいのが退却戦です。一歩間違えれば統率を失った軍は、山を乱して逃げるだけの烏合の衆となり、敵の追撃によって壊滅的な被害を受けます。しかし、ここからの直江兼次の指揮は敵である家康すらも、後にあっぱれと称賛するほど見事なものでした。兼次は鉄砲隊を巧みに配置し、追撃してくる最上軍に波状攻撃を仕掛けます。そして、自ら最も危険なしんがりを務め、獅子奮陣の働きを見せたのです。最上義光は、追撃の先頭に立ち、凄まじい勢いで、上杉軍に襲いかかります。激戦の中、義光が被っていた兜に、一発の銃弾が命中。幸いにも命に別状はありませんでしたが、兜は無残にへこみ、一歩間違えれば命はなかったほどの激戦でした。この壮絶な撤退戦で、前田慶次が槍一本で敵陣に突入し、水原親則が、我こそは大将の直江兼次なり、と大声で名乗り、敵の注意を引きつけるなど、上杉の将兵も、また、主君を生きて返すために命を懸けて戦いました。幾多の犠牲を払いながらも、直江兼次はついに軍をまとめ上げ、米沢城への帰還を果たします。こうして、約1ヶ月にわたった北の関ヶ原は、最上軍の劇的な勝利によって幕を閉じたのです。関ヶ原の戦いの後、最上義光は、上杉軍を退けた功績により、徳川家康から33万石を加増され、57万石の大名となりました。一方上杉は家康から領地を大幅に削減され、出羽国の米沢30万石に減封、転封となりました。この減封は、関ヶ原の戦いで西軍に組みしたことに対する懲罰的な意味合いが強いものでした。120万石の家臣団を30万石の領地で養うことになり、上杉家は厳しい財政難に直面しました。この財政難は、後に上杉鷹山の改革で知られるように、幕末まで続く上杉家の苦難の始まりとなりました。慶長出羽合戦。それは、関ヶ原という巨大な戦いの裏で、自らの領地と民、そして誇りを守るために戦った男たちのもう一つの物語。もし、長谷道場があと数日早く落ちていたら、もし、関ヶ原の決着がもっと遅れていたら、東北の歴史は、そして日本の歴史は大きく変わっていたかもしれません。絶望的な状況下で不屈の闘志で国を守り抜いた最上義光とその家臣たち。そして敗れはしたものの見事な撤退戦を指揮した直江兼次。彼らの生き様は現代を生きる私たちに多くのことを語りかけてくれます。
ご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が面白いと感じていただけましたら、ぜひ、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。